ては好きな映画監督を探そう。やっぱり好きな監督を見つけると、なんですか、映画の魅力がもう一歩深いところで楽しめる。まずですね、僕個人的に一番最初にハマった映画監督というのはこのウディ・アレン。まさに1995年にですね、この映画を見て僕はウディ・アレンに目覚めました。ブロードウェイと縦断。最初はですね、僕はジョン・キューザクっていう主演俳優を目当てに行ったんですね。で見てみると、なんかね、作品としての魅力、なんでこんな面白い映画を作れるんだろうっていう視点が初めて生まれたんですよ。で買ったのがこの一冊になります。でこれは彼自身が好きな作品、影響を受けてきた監督、ウディ・アレンにハマった僕はですね、今度彼が影響を受けた作品を片っ端から見ていく、興味を持っていくうちに、映画には映画史っていうものがあるということに気づけたりもしました。ただですね、もう監督も何万人いるんだっていうぐらいいるので、ちょっと僕の方からおすすめのね10人をピックアップしてみました。それぞれのね代表作もご紹介したいと思います。まず1人目はバスター・キートン。彼の、キートンのセブンチャンス。まだ映画に音がなかった時代、いわゆるサイレント時代の三大喜劇王の一人。彼がね一番分かりやすい。これ子供に見せても本当にもうね、子供800人ぐらいの時に見せたことあるんですけど、もうね笑いの渦が起こるぐらい、やっぱ現代にもつながる一本かなと思います。次はビリー・ワイルダー監督。作品はアパートの鍵貸します。本当にハリウッド黄金期を代表する監督の一人。彼の特徴は会話劇。見れば見るほどやっぱり彼の才能というのは一言では理解しきれないような魅力にあふれています。3本目、アメリカのブライアン・デ・パルマ監督のキャリー。でデパルマというのはローバジェットでなんか癖の強いサスペンスとかスリラーとかを作ってきた人。その中でもこのキャリーはスティーブン・キング原作のその少女の内面にフォーカスを当てた後のホラー表現になっているので、意外とホラーが苦手な人でもいけるかなと思います。4人目、今度はイランのアッバス・キアロスタミ。友達のうちはどこ。で彼の映画は本当にシンプルにできていて、これは小学生の男の子が友達に借りたノートを今日中に返さないと友達が退学になっちゃう。そんな何気ない日常の中にサスペンスを生み出すことがこのキアロスタミの魅力かなと思います。5人目、旧ユーゴスラビアのエミール・クストリッツァ。アンダーグラウンド。まさにその旧ユーゴスラビア戦争が起き、もう本当になかなか国がまとまらない中で、どういうことが起こってたかとか、いろんな国の歴史みたいなものも3時間かけた大エンターテインメントとして描いてくれてます。6人目、フランソワ・オゾンの幻。自らのアイデンティティゲイであるっていうところを出発点に、ゲイのカップルの話とかそういったものを何作か作ってきた後に、全くそういったものを抜きにしたある老夫婦の話を取ります。突然行方をくらました旦那さんを探そうという、奥さんを本当にその心の動きとかも映像で淡々と見せてくれる。こんなことまでできてしまうんだという、ある意味彼の一つの到達点ともいえる作品が幻。7人目、アメリカのジム・ジャームッシュ、ナイト・オン・ザ・プラネット。世界何カ国、6カ国かなのタクシー運転手のオムニバス映画です。これはすごく見やすさという意味ではジャームッシュの入り口になるんじゃないかなということで挙げました。8人目、ドイツのヴィム・ベンダースのパリ・テキサス。本当にもうベンダース節炸裂なロードムービーの名作です。9人目、フランスのジャン・リュック・ゴダール監督の勝手に仕上がれ。本当にこの一本で世界の映画が変わったと言ってもいいぐらい革新的な一作です。これを見ていろいろ調べると、今度はヌーベルバーグっていう言葉が出てきます。でこのゴダールをはじめ世界の映画を変えたヌーベルバーグの仲間たち、そういった作品も見ていくとどんどん自分の興味は広がっていくかなと思います。10人目、アメリカのデイビッド・フィンチャー監督のファイトクラブ。彼のですね、すごく痛い映画ではあるんですけど、映像的なセンスも含めてフィンチャーらしさが炸裂してるかなということで、1本目にご紹介したいと思います。
という、この10人十色、もし、1人気に入った人がいたら過去作も全部見てみてください。そうやって1個軸ができると誰かと映画の話をする楽しさにもつながっていくと思うので、是非おすすめしたいと思います。